はいどうも、ゆうちチャンネルです。皆さん、見ての通りですね、せっかく今回は NX のプラグインハイブリッドモデル 450H プラスに試乗させていただいてるんですが、なんとね、あいにくの雨なんですよね。ほんとね、ついてないですね。私結構ね、大事な場面では晴れ男でここまで来てましたので、今回もね、なんとか曇り程度で天気持ってくれるといいなぁと思ってたんですけど、しっかりね、振られました。というのも、今回もいつも通り試乗の際に 450H のこの内外装も一緒に撮影させていただこうと思ってたんですが、すみません。多分今回は撮影できないと思います。今回の車両はぜひね、皆さんにも見ていただきたかった車両だったんですけど、というのも、今回試乗させていただいている車両は NX450H の F スポーツモデルとなってまして、なんとですね、TRD のフルエアロに20インチの単造アルミが装着されている結構貴重な車両となってるんですよ。エアロとアルミだけでなんと110万ほどかかってますっていう、超豪華仕様の車両なんですよね。なので、なんとかね、撮影できたらよかったんですが、ご覧の通りね、しっかりこのように大雨となってますので、今回はちょっと内外装の紹介は中止させてもらって、今後ね、再度リベンジしたいと思います。ということで、前置きが長くなってしまって申し訳ないんですが、早速ですね、450H の実力、しっかりチェックしていきたいと思います。基本は私が普段乗っている 350H ハイブリッドモデルをベースに比較していこうかなと思ってます。PHEV に興味のある方、今後ね、購入検討されている方に少しでも参考になる内容をね、お伝えできればなと思いますので、最後までお付き合いのほどお願いします。実はですね、カメラを回す前にですね、もうすでに30分ほど街中走行してきました。フル加速とか、ハンドリングとかですね、走行モードによる変化なんかを確認させてもらったんですけど、なんとなくね、この 450H の車両の特性が分かってきたので、忖度なしで率直な感想を走りながらね、お伝えしようかなと思います。まずですね、450H に乗って驚いたのが、もうね、圧倒的な静粛性の高さなんですよ。ハイブリッドと PHEV の決定的な違いは何かっていうと、EV のみで走行できることにあるかなと思います。ですので、EV 走行モードで走ると、もうマジでね、超静かなんです。エンジンがかかってないだけで、こうも違うのかっていう感じで驚きました。もう逆にね、静かすぎて、普段はそこまで気にならない雨音とか、あとホイールハウスからのロードノイズとか、隣を走る車の風切り音、停車時のトラックのアイドリング音なんかが逆に気になってしまうぐらい、車内の静粛性は圧倒的だと思います。この環境で幕レビとかつけてね、音楽を楽しむと、より一層ね、いい音を、いい音響を満喫できるかなと思います。もちろんね、踏み込んだ時とか、グッとアクセルをベタ踏みする時は、エンジンが始動すれば、350H と同様にね、エンジンのこもり音は入ってくるんですけど、オートハイブリッドモードにしておけば、システムが自動で判断して EV 走行とハイブリッド走行を調節してくれます。電池残量さえあれば、基本 EV のみで走行してくれるんですよね。そして、なんといっても私が超絶感動した PHEV の最大の魅力は、もうね、圧倒的な加速性能です。これはね、マジで痛快なんですよ。こちらの車両は、車重が2030キロと、もう2トンオーバーの車両となってるんですけど、車重の重さをね、もう全く感じさせない、とってもパワフルで、爽快な加速感が味わえます。エンジンは 350H と同じエンジンを積んでいるんですけど、この 450H では大容量の駆動用バッテリーを床下に積んでます。で、総電力量は 18.1kWh となってまして、システム最高出力は驚異のですね、309馬力となってて、
なんと0-100を驚きの6秒で走ってしまうという、そんなね、とんでもない加速性能を持ち合わせている SUV なんですよ。もちろん4駆駆動の E4 となってて、前後輪の駆動を100対0から20対80まで制御することによって、後輪からの力強い発進性能とコーナーでの旋回安定性も持ち合わせているという。しかもハイブリッドモデルと違って、EV モードにしてベタ踏みしたとしてもエンジンがうなることがないんです。まあ当たり前なんですけど、かすかにヒューンっていうね、モーターの音って言うんですかね。そういった音が逆に静かだから、そういったね、モーター音が聞こえてきます。でもね、そういうモーター音も全く気になりません。なので、車はね、ぐんぐんとね、加速していく感じです。で、350H にも EV モードはあるんですけど、あれはね、住宅街をゆっくり走る用的な、おもちゃみたいなもんで、もうね、この 450H とは比較にならないですね。個人的には 350H でも日常使いではもう十分なんですけど、このね、450H のベタ踏みのね、このエンジンとモーターの、この加速感を味わってしまうと、これはね、本当に気持ちいいわと思ってしまいました。これね、本当私ね、欲しいなって素直に感じます。そして、なんといっても 450H は無段階変速機ですので、変速ショックはもちろんね、ありません。これがまたね、快適なんですよ。で、マジで、このスポーツ S プラスでベタ踏みするとですね、フロントがね、若干グッとね、持ち上がっていくような、そういった感覚すらありますからね。エンジンとバッテリーの双方の力が組み合わさって、明らかにもう踏んだ瞬間に、うわ、速えってなります。F スポーツモデルはナビ AI AVS が装着されてますので、走行モードに応じてね、サスペンションとハンドリングの味付けも変わります。スポーツモードにすると、ハンドリングはね、やや重め、サスも若干硬めとなるんですけど、でもね、全然不快じゃないんですよ。むしろ2トン超えのこのね、車重と大容量バッテリーをね、床下に置いてることによって、多分車両の重心高も下がる兼ね合いもあると思うんですが、乗り心地ね、めちゃめちゃいいです。快適です。これで山道駆け抜けたら絶対気持ちいいだろうなと思います。特に途半車線とかね、急な上り坂、峠道こそ PHEV の本領がね、発揮できる場面だなと思いますね。逆に街乗りだけだと、この車両性能をフル活用する場面はもしかしたら少ないかもしれないです。私的には正直ね、ゼロ発進でついついね、ぐっとね、こう踏み込みたくなってしまう、そういった車ですかね。なので、走行性能はもう文句なしで 450H 最強だと感じました。350のターボモデルとはね、また違ったね、加速感で、私的にはね、ちょっと不思議な感覚です。350が、ターボ特有のね、グッて踏んだ時のこの爆発的な加速感だとすると、このね、450H はもうめっちゃ速いんだけど、乗っててそこまで違和感なく加速していく感覚っていうんですかね。メーターを見てみると、もうどん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 速度が上がっていくので、もうちょっとね、びっくりすると思います。多分、純粋な加速性能だけだと、450H がやっぱ最強なんじゃないかなと思います。350のガソリンターボモデルのシステム最高出力が279馬力で、確かなんですけど、0-100が6.8秒とかだったと思います。一方ね、この 450H のシステム最高出力、先ほどもお伝えしましたけど、309馬力で0-100をジャスト6秒で走り切るんですよね。6.8秒と6秒と僅差ではあるんですけど、それだけ 450H の加速性能はもうえぐいとしか言えない領域です。続いて気になるバッテリー性能なんですけど、満充電でカタログ値87キロの走行が可能と書いてありました。今乗ってる感覚としては、近所の買い物とか、近場での通勤程度であれば、間違いなくね、EV のみで走行できるんじゃないですかね。走り方によってね、電池残量の減り方は違ってくるとは思うんですが、今メーター見てる感じだと、結構ね、これ EV で走れるんじゃないのかなっていう気になってます。ただ、現状 NX はね、急速充電には対応してませんので、基本は家庭用充電設備で都度充電するか、外出先での充電スポットを活用する感じになるかなと思います。
満充電にかかる時間は 200V 充電で5時間半。家庭用電圧 100V の充電では33時間となってますので、実用性を考えるとご家庭に 200V 充電の専用工事がね、必要不可欠かなと個人的には思います。さすがにね、満充電に33時間はね、ちょっとしんどいかなと思っちゃいますね。設置工事に多少費用がかかったとしても、日常生活のほとんどを EV で賄えてしまうメリットっていうのはでかいかなと思います。そして、電池残量が空欠になったとしても、ハイブリッド車と同じようにエンジンで発電して、同じように走行できますし、チャージモードも搭載してますので、走行しながら充電することも可能となりますので、使い勝手としては文句ないですよね。言うなれば、この PHEV はハイブリッドと EV のいいとこ取りみたいな車で、充電インフラがね、充足してない現在の日本にとっては、ベストマッチなモデルなんじゃないかなと感じました。そんな加速よし、静粛性よし、経済性よし、このね、まさに三方よしに見えるこの NX450H なんですけど、実はね、弱点も存在するのかなと私は思います。それは何かっていうと、一つ目は当たり前なんですけど、車両価格が高いということです。NX350H、F スポーツと比較すると、車両本体価格差が117万9000円します。国や自治体の補助金を受ければ価格差はね、またぐっと縮まるとは思うんですが、4年間は売却できないというか、4年以内に売却してしまうと、補助金の一部返還を求められてしまうっていう、言ってみればね、縛りがあることです。2つ目は、家庭用専用充電設備の設置が必要不可欠であるということですね。で、マンション住まいの方ですと、敷地内にね、充電設備があればいいんですが、ない方ですと、わざわざね、出かけついでに充電スポットで充電するっていうルーティンが発生してしまうという点です。自宅に専用設備がなくても、外出時に充電するスタイルに、こう慣れてしまえばね、よっぽど問題はないかなと思うんですが、できることなら自宅で充電できた方が利便性は高いですし、外出先で充電しても充電料金は発生しますからね。一応なんですが、レクサスでは全国各地のレクサスですとかトヨタ、そういった販売店ですとか商業施設、宿泊施設で充電器を使用できる充電カードなるものが存在するんですけど、こちらのカードは毎月770円の費用と1分あたり4.95円の費用がかかる、充電した時間に応じて料金がかかる設定となってます。これがね、高いのか安いのか、ちょっと私はね、オーナーじゃないし、使ったことがないので、よくわからないんですけど、オーナーさんで実際ね、自宅に充電設備を設置された方、費用って、いくらぐらいかかるものなんですかね。ぜひね、コメントで教えていただけると嬉しいです。あと、自宅での充電と、その充電カードでね、外出先で充電したのでは、どっちがね、お得なのか。これも実際ね、オーナーさんでわかる方いたら教えていただきたいかなと思います。続いて3つ目なんですが、他のモデルと比べてですね、リセールが明らかにちょっと悪いという点です。これに関しては試乗する前にですね、担当の営業さんにも確認したんですけど、下取りする際のリセール率は明らかに悪いですねとおっしゃってました。その担当さんは正直短期乗り換えの方には現状あまりお勧めはできないと思いますと。そういったことをね、おっしゃってたので、私がね、何よりも絶大な信頼を置いている担当さんが言うので、そこは間違いないのかなと思います。あと、もう一つの懸念材料は、PHEV 車って、言ってみれば iPhone のね、バッテリーを積んでるようなものですので、こう、使用年数の経過に伴って、バッテリーの充電できるこう最大容量がね、年々低下していくみたいなんですよ。iPhone もありますよね、そのバッテリーの最大容量。初めは100%から始まって3年ぐらい使ってると、もうね、90%切ってくるみたいな。そういうことが、この PHEV 車でも起こりうるということなんですよね。PHEV のメリット、デメリットっていうことに関しては、またね、別動画でもっと掘り下げてお届けしたいと思ってはいるんですが、今までお伝えしたデメリットを差し引いても、このね、圧倒的な加速性能と、この車内のね、静粛性の高さっていうのは、皆さんもね、一度味わってしまうと、正直ね、欲しいと思っちゃうと思いますよ。
予算に余裕のある方はね、450H、私的にはめっちゃおすすめできます。これね、走っててめっちゃ楽しいです。超快適です。本当にね、これ私もお金があれば買いたいなってね、今思ってます、本当に。気になる方はね、ぜひ一度ね、試乗してみてはいかがでしょうか。ということで、今回は NX450H 試乗レビューをお伝えさせていただきました。レクサスでは2019年にレクサスエレクトリファイドを発表してまして、2030年までには BEV でフルラインナップを実現。2035年にはグローバルで BEV 販売 100% を目指して電動化戦略を推進しています。今回の市場で電動化の素晴らしさですとか、EV でもね、運転しててすごいね、ワクワクとかこうドキドキするようなね、こんなね、楽しい車になるんだっていうことがね、感じることができましたので、今後の BEV 車両がね、楽しみになってきました。NX に BEV モデルが追加されるのはね、あと何年先になるんですかね。ちょっと楽しみですよね、そういったあたりも。皆さんは今後の BEV 車両の配置、どんな風になると予想してますか？よかったらコメントで共有お願いします。現在、レクサスでは現行 RZ よりもよりハイパワーな駆動用バッテリーの開発を行ってるみたいですよ。しかもテスラのように OTA でね、こうシステム出力のアップグレードも可能にするとかしないとか、気になる方はね、ぜひレクサス公式の YouTube チャンネル覗きに行ってみるとよくわかるかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルはレクサス関連や独自の比較系動画を自由気ままに配信しております。よかったらいいね、チャンネル登録で応援お願いします。また改めてですね、この 450H お借りしようかなと思ってますので、その時はね、この TRD 仕様の内外装ですとか、F スポーツなんでね、赤内装でめちゃめちゃかっこいいので、そういった部分もね、また改めて撮影させてもらって、お届けさせてもらって、高速レビューもね、動画にしたいなと思っておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。